はい、こんにちは。石川正義です。今回はですね、サブレを作っていこうかなと思うんですけども、もうサブレと言っても超ドシンプルなサブレですね。もう材料もシンプルですし、作り方もね、ほぼ失敗のない作り方になっているんですけども、とてもね、味わい深いサブレになってきます。では、材料から見ていきましょう。では、材料ですね。バター、薄力粉、で、きび砂糖、全卵、水でお塩ですね。でバターは今回発酵バターを使っているんですけども、もちろん無塩バターでも大丈夫です。でお砂糖は今回きび砂糖を使っていくんですけども、他の茶色いお砂糖だったり、もちろんグラニュー糖でも大丈夫です。今回きび砂糖を使った理由はですね、この粒子がねとても細かくて生地にね馴染みやすいっていう理由ですね。ではバターと粉を一度冷凍庫でキンキンに冷やしてから作っていきましょう。ではですね、しっかりとキンキンに冷えた粉とバターをフープロに入れていきます。バターはフープロが刻んでくれますので、大きさはあんまり気にしないでいいんですけども、 1.5 センチ角程度に刻んでフープロに入れていきます。でフープロを回して粉の中でバターを刻んでいきます。だいたい20秒も回せば十分かなと思います。ではね、バターが刻めたら大きめのボウルに移していきます。では粉の真ん中をくぼませていきます。これ鳴らすと分かるんですけども、粉が粉だけじゃなくて小さい粒が無数にあるっていうのが分かると思います。ではその真ん中のくぼんだところにきび砂糖、海塩、全卵、水を入れていきます。まずは粉の上で卵と砂糖をなじませていきます。砂糖がだいたい液体になじんだら全体を混ぜてなじませていきます。液体の部分を切りながら、それで表面積を増やして、そこに粉をくっつけていくようなイメージでなじませていきます。もう練るのは厳禁ですね。だんだんと粉がなくなっていって、少し大きめの生地の塊が多くなってきたら、少し粉が残っている状態でいいので、それをラップで包んで冷蔵庫で冷やしていきます。ラップで包んで軽く平らに伸ばしておきます。その時によく見ると小さいバターの塊が無数にあるのがわかると思います。このバターを焼く時まで溶かさずに生地の中に存在させるっていうところが重要になってきます。では1時間後ですね、十分に冷えたので生地を伸ばしていきます。ラップが残らないように注意して剥がしたら、ベーキングペーパーなどで挟んで伸ばしていきます。今回は3ミリくらいの厚さまで生地を伸ばしていきます。生地が薄いと早く焼けて、厚いと時間がかかるので、1枚の鉄板に乗せる生地はですね、できるだけ厚みを揃えた方がきれいに焼けていきます。何でもいいので、生地の両端に厚みのあるものを置いたりですね、綿棒につけるリングだったり、何らかのねガイドを置いて伸ばすと厚みが揃いやすいですね。では綺麗な厚みに伸ばせたので、これをねもう一度冷やして固めていきます。生地がしっかりと冷えたら両面の紙を剥がして型で抜いていきます。この辺りからオーブンの予熱を始めて、生地をですね鉄板に並べたらすぐにオーブンに入れられるようにしておきます。予熱は170度でしておきます。今回はなみなみの抜き型の8番っていうね抜き型で抜くんですけども、もうこれはお持ちの抜き型で抜いていただいて大丈夫です。でここからの作業中でも、もし生地が柔らかくなってきたら、もう躊躇せずにですね、すぐに冷蔵庫に一度入れて冷やし固めるっていうことが美味しいサブレになっていく秘訣ですね。
では生地が抜けたら鉄板に並べてオーブンに入れていきます。オーブンは160度で15分から17分くらいかなと思います。周りから色づいてくるんですね。で、周りは茶色に色づいてるけど真ん中は茶色になりきらないくらいが焼き上がりの目安ですね。いやー、美味しそうなバターの香り。これはいいな。もうこれが冷めたら完成ですね。はい、ではいただきます。最初バターの香りがふわっときて、でその後にきび砂糖の香りがふわっと香ってくるんですよね。で全体を通して小麦の香りがこうふわっとまとわってるっていう感じですね。しっかりとねバターの香りだったりきび砂糖の香りだったり小麦の香りっていうのはね出てるんですけども、それがね穏やかな感じでねちょうどいい感じなんですよね。で甘みが控えめで食べてる時にちょっと甘み少ないかなと思ってたら後からね甘みが追っかけてくる感じなんですよね。で生地が出来上がってラップで包んだ時にバターのね粒々がいっぱい無数にあったと思うんですけども、それがね焼いている間にバターが蒸発することでねそこが空洞になってくるんですよね。でその空洞ができることで口の中に入れた時にちょっとねホロホロと崩れるような食感になるんですよね。これが美味しいんですよ。はい、ごちそうさまでした。今日はですねもうドシンプルなサブレを作っていきましたけども、もう本当に嫌いな人がいないんじゃないかっていうレベルでねもう万人受けする味、本当にね穏やかな味で何枚でも食べれるっていう感じなんですよね。なのでねぜひ作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。